はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2025年の上半期のテーマということでタロットを引かせていただきます。これは1月から6月まで順番に見ていくというものではなく、この半年をかけて一体何を学ぶんだろうとか、何が一番光ってるんだろうとか、どういったところに気をつけるんだろうということで、人間関係やお仕事やお金のことや健康とか、トータル的にどこが一番いいのか、何を気をつけるのかっていうのを見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、では行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ちょっといつもと違うスプレッドになりますので、しばらく無言になります。上半期のテーマは、はい、ソードクイーンの逆です。なんかやっぱり強いですよね。2025年前半ってね、やっぱりもうすでに2024年の後半から、ね、双子座さんはいろんなことが起こり始めているとは思いますが、やっぱりすごく強いです。そして何よりもものすごくコートカードがたくさん出ていて、やっぱ人間関係、人との関わりっていうのがものすごく強いですね。強い。全般を通してまずちょっと星の話もさせていただきますが、2025年の上半期っていうのはとにかくどんなことも幸せの種があると思ってほしいんですね。この中の種のどれが育つかわからないっていうようないろんな可能性の種が散りばめられています。いろんな可能性の種が散りばめられている。でその中で一番大きく育ちそうだなって、ここから大きく太く育っていきそうだなと思うのが関係なんです。人間関係、人とのつながり、すごくそれがなんか前面に出ています。そしてなんかその関係性っていうのが、いや私あんまり人付き合い良くないんですとかね、そんなに友達いませんっていう方も、こう1対1の友達だけじゃなくて、なんか職場の仲間だったりとか、なんかコミュニティに入ったそこの人たちだったりとか、新しく通い出した何かの会とか、なんかそんな感じでいろんなタイプのいろんな場所にいろんな関わる人たち、違う種類の人たちがいるっていう感じがします。でこれは特に3月29日が日食なんですが、この日食のあたりからそのグループとか団体とか新しい世界っていうものがすごく引き開かれてくるし、その波をおそらく双子座さんはものすごくプラスに活かせると思うので、何かそういうのが出てくるんだろうなって感じがします。そして面白いんですけれども、これだけ人がわんさか人が寄ってくるっていうか、わんさか人が来るみたいな感じがあるからこそ、なんか双子座さんは冷静で静かに見極めてるんだなって感じがしたんですね。なのでご自身のところでこの女教皇が出てるというのはとても聡明で、自分がどうすべきか分かってる、今どう振る舞うべきか分かっているという形で、情報に惑わされたりとか、なんかこううやむやになったりとかではなく、自分の中でははっきりとこれはこうすべきなんだみたいなのが分かるよっていうふうに言われてるんですね。でもともと双子座さんの気質として2つのものを同時にやっていくとか、2つのバランスをとっていくっていうのが器用にできる方が多いんですが、おそらく何かをしながらこの人との付き合いを続けていくとか、これをしながらこっちもやっていくっていうこのもの、2つのものをものすごくバランスよくやっていけるよっていうことで、まさに双子座さんらしい自分の持ち合わせてる、自分では才能と思ってないかもしれないんですけど、双子座さんの自分の才能、自分の特質っていうものをうまく活用していく上半期なんだなっていうふうに思いました。そしてね、とにかくなんか人がいっぱい出てくるみたいな感じがあり、そうだな、一番でも輝いてるのはやっぱここかな。1対1の人間関係なんですよね。なのでもしかしたら2024年後半から始まったことがもうより深く、この2025年前半の関係を通してより深くつながっていくのかもしれない。まるでなんかこうね、誰か2人が出会って、そして結婚して家族ができてみたいな、なんかそういう広がりっていうものを感じるんですね。なのでとってもいい、今はまだわからないかもしれないし、来年の前半はわからないかもしれないんですけど、後で考えたら、うわ出会ったのは2025年のだったねとか、2024年の後半だったねみたいな、その方々との恩恵っていうものが長く続いていくって感じがします。そしてとても受け入れられています。一人だけじゃなくて、その人の背景、その人の家族にもっていう感じね。なので
これはパートナーシップでもいいですし、もしくはまたは契約、その新しい会社に入るとか新しい団体に所属するとかって、その人の中に入っていくっていうのもとてもいいんですね。でお仕事っていうので見ても、ここでマジシャンっていうカードが出ています。これは私から見るとまだ逆なので、なんかもうちょっとだけスタートするのに時間がかかるのかなっていう感じはしますが、でももう新しく行くよっていう、もう新しいフェーズに入ってるわけですから、新しいチャンス、仕事を通して新しいことを任されるとか、新しいプロジェクトに入っていくとか、なんかそういうのももしかしたらあるかもしれません。少し、1月っていうのはすごく逆行もしていたりとか、いろいろエネルギーはちょっとね、いろいろ動いているんですけれども、特に3月あたりっていうのが新しいこと始まるけども、それに対して調整が必要っていう形でなんかわーって思うかもしれません。それがおそらく5月ぐらいから落ち着いてくるんですよね。なので少し遅めのスタートという形になりそうなので、でも話は来てる、でもそれが実際スタートするのは少し遅めっていうことかもしれません。そしてこれだけね、双子座の皆さんが新しい流れに乗っていこうとしてるっていうことは、自分のことでもう精一杯なわけです。対応するのに精一杯なわけです。なので家族とのつながりって、新しく関わっていく人たちとのグループとか家族ぐるみの付き合いとか全然いいんですけれども、ご自身の家族、ご自身の生まれた家とか、その元々の生家っていうんですかね、そういう関係においては少し関係が薄くなっていくのかなって感じもありますね。別に悪いわけじゃないんですけれども、やはりなんかね、外側の世界とか新しく始まることが精一杯で、自分の感情っていうものをしっかり受け止めるとか感じるとか、家の中でくつろぐっていうことがなかなかしづらいみたいなんですよね。家に帰ったら帰ったで家の役割があって、忘れてたみたいなのとか、なのでゆっくりゆったりしてほしい感じがあります。意識的にこれはね。でも一歩外に出たら、外ですごく優しくされたりとか、いたわってもらえたりとか、新しい可能性、新しい話を聞いたりとかして、また盛り上がりそうなんですよね。なんかとにかく話が通じる人がいますよね、とても。でその人と話すことによってどんどん自分がなんかアイデアが湧いてきたりとか、これがいいなみたいな感じになるので、本当に豊かな人間関係だなって思いますよ。そしてさっき言ったその心の奥底とか家の中はどうなのって言ったら、少しなんかあれもできてない、これもみたいな、イライラが一番出やすいのが家の中って感じになりやすいので、そこ注意なのと、あと健康面に関しても日常が忙しすぎて、とにかくゆっくりするとか自分をいたわるとか止まるっていう時間が必要かもしれませんね。止まる、何もしないって止まるみたいな、そんな感じかな。そしてもう一つここにもスターというカードが出ていて、これは他者との信頼関係が深まるよっていう感じなところにこのカードが出ているので、やっぱり関係性がもう一歩深くなるんだと思います。自分のこういうところを見せたら嫌われるとか嫌がられると思っていたけれども、出してみたらすごい受け入れられたとか、自分のこんなになんかいろんな感情を見せて大丈夫なのみたいな、溢れ出る感情を出しても大丈夫って感じがするんですよね。でそれによってなんか自分が本当に受け入れられているっていうことを体感したりとかして、全然阻害されてる感じじゃないんですよ。むしろ逆にすごく温かく受け入れられている。だけど双子座さんは少し周りを疑って見ている感じがあるんですね。なのであまりその周りのエネルギーに惑わされたくないとか、自分っていうものをしっかり保っとかないとみたいな感じがありますので、これはおそらくね、家の中でゆっくりする時間さえ取れれば解消すると思います。忙しすぎるとどうしてもイライラしたりとするし、どうしても負荷がかかるので体に。そんな感じかな。もう全てにおいて 100% の力で対応したいと思っても、こんだけなんかいろいろ忙しかったら全ての力で 100% でってなんかできにくいので、それを自分で責めないようにしてください。なんかもっとこれ力注げばこれはもっとうまくいくのにとか、十分やってるよっていう感じがします。なので、テーマとしては冷静に自分の時間を確保しつつ、他者と有益な時間を作っていくっていうことですね。ちょっともう一枚引いてみようかな。カップの7ということで、本当にね他者と関わることによっていろんな可能性が湧いてきそうなんですよね。いろんな可能性が湧いてきそうです。そのことを冷静に、自分からガツガツいかなくても冷静に見ておくっていうのがいいんだと思いました。
うん、そしてお金のことに関して言うと良くも悪くもないみたいな感じですかね。全体の運が新しく始まるっていう運勢の中にいるので、もちろんお金のことに関しても新しく始まる可能性はあるんですけど、さっき言ったみたいに仕事に関しては少し予定が遅れたり、もう少し後延ばしになりそうな感じがあるので、その間は自分で何とか切り抜けましょうみたいな感じがあるんです。要するに約束事っていうものが約束は果たされるけどちょっと延期になるみたいな感じですかね。なのでメッセージとしては自分の収入や自分の資産っていうものは自分でしっかり守りましょうっていう感じがありますよ。変にそれをどこかに投げて大きくするとかっていうよりも、しっかりと今は自分でしっかりと管理する時だよって感じで言われてる気がしました。はい、もし何かしら質問があればね、コメントで書いてくださってもできる限りお答えしていきますし、また2025年の前半こうしたいなみたいな思いや夢があれば、それも書いていただけたら願いが叶うように願いながらポチッとハートマークを押していきたいと思います。そんな感じかな。簡単に言っちゃうと、これだけ人付き合いが良かったりとかすると他者にすごくいい顔して自分が疲れる、精神的にちょっと神経疲れるなっていう部分もあるかもしれないので、そこを意識的に自分で緩めるってことですね。何か呼吸するとかお風呂に入るとか、自分なりにこの意識を緩める方法を実践していけば大丈夫って感じがしました。はい、ということで最後にもう一枚引いてみましょう。はい、どうですか？このカードを見て何かしら思うところがあれば、皆さんも直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。永遠の魂って感じで、すごくやっぱり聖なる直感が働くとかね、自分のすごく意識の高い部分からの自分へのメッセージっていうものを受け取れるかもしれませんね、来年前半。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。ということでここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。